れる日まで私の忍者先生第26話。なんだか少し運動したからかお腹が空きましたね。あれ？なんか光ってますけど、留守電ですかね？第26話不可解な依頼。もしかしたら依頼の電話でもあったのかもしれませんね。そうですね。僕とマネキが散歩で外に出てる時にタイミングが悪く連絡が来たのかも。とにかく光ってる鈴のボタンを押してみるにゃん。もしもし、小太郎探偵事務所で間違いありませんでしょうか？やっぱり依頼の電話っぽいですね。北街道からあまり依頼が少なかったのでありがたいですね。とある人物を探し、とある場所まで連れてくるまでを依頼としてお願いしたいのですが。もしかしたら以前にもあったおじいちゃんを探してほしいとかの依頼なのか。失礼ではございますが、私が直接お会いすることはできないので、どうしましょう。会えない。会ってはまずい理由が何かあるのか。ファックスもなさそうですので、資料を郵送の方が良いのですかね。報酬は小太郎さんが考えている料金よりはるかに高い金額を支払いますので、ぜひお願いいたします。それでしたら依頼内容は郵送しますので、ご確認いただければと思います。先生、やっぱり依頼の電話だったみたいですね。人物を探してほしいって内容だったので、捜索依頼に当たるのでしょうかね。そうなりますね。でも僕には何か引っかかる部分がいくつかあったので、先に確認だけさせてくださいね。留守電でも心拍数の数値は表示されるのか。もしもし、小太郎探偵事務所で間違いありませんでしょうか？それなら心拍数を試してみますか？報酬は小太郎さんが考えている料金よりはるかに高い金額を支払いますので、ぜひお願いいたします。なんだと。なんだ、この心拍数は。ぜひお願いいたします。先生、この心拍数ってかなり高くないですか？この依頼者はかなり冷静に話はできる人物なのかもしれないが、実際の気持ちは複雑で感情的になっているとしか考えられない。なあ、小太郎。招き、何かありましたか？腹減ったねん。とにかく依頼の内容がわからなきゃ探しようもないし、その依頼の手紙なのか届くのを待つしかなくないのかねん。確かに招きの言う通りなのかもしれませんね。依頼の内容を確認してからまたいろいろと考えましょうか。腹が減ってワイ草はできぬ、だな。招きにはなんだかいつもペースを持っていかれる。たくさん食べたら眠くなってきたねん。あれ、何か聞こえませんか？電話みたいなので私が取ってきます。もしかしたらさっきの依頼者さんかもしれませんね。はいはい、わかりましたからね。もしもし、あ、母ちゃん俺だよ。母ちゃんって、人違いではないのでしょうか？くのいちさん、そのまま電話の内容に合わせて話してください。わかりました。実は俺なんだけど、会社のお金を使い込んでしまって急遽返済しなければいけなくなってしまったんだ。ちなみにそのお金の金額はいくらなの？ここでも心拍数を測ってみますか？500万なんだけど、明日までに返済しなければ俺は会社をクビになってしまうんだ。
心拍数が出ましたね。これは完全なオレオレ詐欺の電話でしょうね。先生、どうしますか？それでしたら僕が電話に出ますね。なあ母ちゃん聞いてる。俺がクビになってもいいのかよ。もしもし、小太郎探偵事務所ですが、何か詐欺の電話でしょうか？あ、切れた。先生、私には子供はいませんので。くのいちさん、わかってますよ。それに今のは明らかに詐欺の電話ですから。それにしても、最近のいろいろな出来事はどれもが偶然なのか。この辺りもイベントなどもある関係なのか、ショッピングなのか、若い女の人が多いですね。なんだ。あの男の人は何をやってるんだ。招き、ちょっと調べたいことができたので待っててほしいでござる。取るのがうまいでござるな。やばい。その行為は女の子から了解をもらってる行為でござろうな。なんだお前は。俺はこれでも喧嘩番長だぞ。怖いだろ。あの時の9都心での盗撮といい。だから何度も話してるけど、美味しいビジネスの話なのはわかるよね。あなたは現状のお給料で満足できてないですよね。そういった人たちに救いの神が舞い降りてきたと思ってもらえればよいのです。あなたが我が社に預けたお金が何百倍にも利息がついて生活も楽々になりますよ。お話中にお邪魔しますね。あまりに大きな声で僕にも聞こえましたが、儲け話でしたか？先生。僕も儲け話は嫌いではありませんので、具体的に聞かせてもらえませんか？あちらの女性の方にも説明をしてましたが、私たちは現在皆さんが貯めている資金を確実に倍増させる投資をお勧めしてます。さっさと払うもの払って言えばよかったものを。でも、俺たちを呼んだってことは、さらに追加料金が発生したな。お前がバカみたく本性をむき出しにしてるから奴らを呼ぶ羽目になったんだからな。おい、次に行くぞ。ラジャー。そういうことだから恨むなら即決しない自分を恨むんだな。先ほどの投資詐欺の話といい、この出来事は偶然で、どれもが全く別な個人でやってる犯罪なのか。先生、何か気になることでもありましたか？ここ最近の犯罪行為を思い出してました。そこに今回の依頼ですので、人探しなので関係性はないとは思いたいですが、でも通話の内容で気になってたことが他にもありまして。私には母ちゃんしか衝撃的な記憶が残ってませんが、依頼の電話でそんなに気になる言葉とかありましたか？もう一度気になるとこを聞いてみますね。ファックスもなさそうですので、資料を郵送の方が良いのですかね。ここです。何か特別、言葉に違和感とか、私には感じませんが。僕の考えすぎかもしれませんが、捜索の依頼で、もし身内とかなら、資料とは言わないとは思いますが、それに写真を送付するとかなら、僕も違和感は感じてなかったのかもしれません。そう言われると、確かに違和感は感じますね。とにかく依頼の手紙が届くのを待ちますか。今日は特別、何もないので、くのいちさんは上がってください。先生、遅刻した私に優しいお言葉、すみません。どうせなら、買い物でもしてから帰ろうかな。へへへへ。バッチリ撮れてるな。
寝坊して遅刻したけど、眠いのはやっぱり眠いから、今日もよく寝れそうだ。とにかく着替えるか。なんだか今日は、やたらとパシャパシャと音が聞こえるんだよな。今回のターゲットはかなりの上物だな。特に何も見当たらないな。私なりに色々と考えながら帰宅したけど、確かに留守電の言葉の違和感はあるのかも。まあ、今からあれこれ考えても、手紙が届いて、普通の捜索依頼だったなんて、こともあるだろうし、考えすぎないようにしなきゃ、逆に頭が混乱するからね。これはかなりのレアだな。高く売れそうだぞ。やっぱり誰かいるし、覗かれてる。違う。あの音は写真だ。誰かいるの。今回も私の忍者先生を最後までご視聴くださりありがとうございます。寒い日々になってきましたが、皆さん、乾燥や気候の変化で体調には気をつけてくださいね。私も花粉なのか、鼻炎なのか、くしゃみに悩まされてます。みんな元気が一番だよね。また次回作も全力で楽しんでもらいたいので、ぜひチャンネル登録をよろしく頼むでござる。それと合わせて少しでも楽しめそうでしたらいいねももらえると作品制作の励みにもなります。お願いします。闇のよ、兄の話を聞いてくれ。お兄様、突然どうなさいましたか？夏場に涼しくなるためのファンがついた服は主流になってきているが、冬場は暖かくなる画期的な服はないでござろうか。お兄様の場合はもう少し厚手の服を着れば解決なのでは？さすがは我が妹の闇のだな。はははは。君と会える日まで